いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業は朝まずめと夕まずめを解説いたします。まずめという言葉を辞書などで調べると、日の出、日の入りの前後、釣りに最もいい時間、朝まずめ、夕まずめ、夜明けあるいは夕暮れの薄明るい状態などなど様々な言葉の意味が出てきます。そのようなまずめという言葉はどこから来たのか見ていきたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。日の出、日の入り前後1時間。プランクトンの移動時間。光の変化による捕食活動。それではこの3つについて解説していきます。日の出、日の入り前後1時間について解説いたします。朝まずめの時間帯はおよそ空が明るくなってきたところから太陽が完全に上がってから数時間。夕まずめの時間帯はおよそ太陽が地平線へ差し掛かるところから完全に空が暗くなるまでと一般的に思われていますが、まずめの時間帯の考え方はいろいろな捉え方があります。朝まずめについては、日の出から1時間から2時間の間、日の出を挟んだ前後2時間、日の出前で空が徐々に明るくなる頃から日の出までの時間帯。夕まずめについては、日の入り前1時間から2時間の間、日の入りを挟んだ前後2時間、日の入りから空が真っ暗になるまでの時間帯といろいろな解釈があります。それでは、まずめとは漢字で書くとどうなるでしょうか。まずめは、まずめと書き、間が狭まってくる、間隔が詰まってくるという意味になります。朝まずめは、朝になる時間が迫ってくる。夕まずめは、夕になる時間が迫ってくるということになります。夕とは、夕べ、夜ということで、夕に向かっている時刻が夕方になります。言葉の意味から時間帯を考えてみると、朝まずめは夜が明るくなり始めてから日の出までということになります。日が昇ってしまえば朝になるわけですから、まずめにはなりません。夕まずめは日が暮れかけてから日の入りまでということで、日が沈んでしまえば夜になってしまい、まずめは終わってしまいます。当然、日の出や日の入りを境に急に明るさが反転するわけではありません。暗い状況から徐々に明るくなって、明るい状況から徐々に暗くなっていきます。釣りの世界においては、朝まずめは夜が明るくなり始めてから日の出を過ぎて完全に明るくなるまで、夕まずめは夕暮れから日の入りを過ぎて辺りがほぼ暗くなるまでと言われます。釣り場やその日の気象条件によってズレが出る場合もあります。そういった意味で日の出、日の入りの前後1時間から2時間と言われています。魚が活発に餌を食べる時間帯がよく釣れる時間帯という一つの目安として考えるのがまずめの一般的な考え方になります。まずめの時間帯である日の出、日の入りの前後の時間帯になぜ魚が釣れるのか、その理由を考えていきましょう。プランクトンの移動時間について解説いたします。プランクトンは小魚の餌になります。そのため、プランクトンが豊富な場所には数多くの魚が集まります。夜になると、日中には海の底の方にいた動物プランクトンの一部が表層まで浮上してきます。その現象のことを日周延直移動と言います。夜に浮上した動物プランクトンを捕食するために小魚が集まり、その小魚を食べにフィッシュイーターが集まります。いわゆる食物連鎖です。そのため、まずめは動物プランクトンが浮上し始め、魚が集まり始める時間帯となり、魚が釣りやすいと言われます。例えば、明かりの下などが集まりやすいと考えられており、明かりにはプランクトン、ベイトが集まり、イカも集まることから、夜のイカ漁では集魚灯が使われています。まずめの時間帯は、ナブラが起こりやすい時間帯で、日の入り、日の出付近の時間帯が最も多くなっています。ナブラとは海面近くに浮上した魚の群れのことを言います。大型の魚に追われて小魚が逃げ惑い、海面がざわつくことをナブラが立つと言います。中高生、夜行性の魚が活動し始める。
プランクトンが浮上し、小魚などのベイトが活発になるといったところが影響しているのか、魚の活性が全体的に上がります。徐々に明るくなったり、暗くなったりするタイミングで、魚が捕食するのではないかと考えられています。光の変化による捕食活動について解説いたします。太陽が出てから活動する中光性の魚。日が沈んでから活動する夜光性の魚。この2種類の魚が活動し始めるタイミングがマズメの時間帯になります。魚は脳の一部である消化体という部分で光を感じることができます。そこに光が当たることでホルモンの分泌、抑制などの調整が行われるので、魚の活動に大きく影響してきます。暗い時間帯に活動すれば見つかりにくく、明るい時間帯では餌を探しやすくなるため、マズメの時間帯に餌を捕食するのではないかと言われています。マズメに釣果を上げるポイントを紹介いたします。ポイントは次の5つになります。釣れている有名なポイントを知る。釣れているルアーなどを知る。釣り竿を確保する。ポイントを探す。釣れる時間帯を知る。釣れている有名なポイントを知る。釣果する地域の旬な魚を最初に知らなければなりません。地域で発行されている釣り雑誌や釣り具屋さんで知ることができます。釣りで一番大切なことが釣れるポイントを知ることです。しかし、釣れている場所の情報はあまり入手することができません。もし出ていても、旬な時期が終わっていることが大半です。1年前の雑誌や情報を活かしたり、実際の釣り場で釣り人に話しかけたりすることでも情報を集めることができます。釣れているルアーなどを知る。周りの人が使っている仕掛けを知ることで釣果が上がります。特にルアー釣りでは、ベイトの種類やサイズによって釣れるルアーが異なってきます。はじめは釣れている人を真似することが釣果を上げるコツです。釣果が上がると魚とやり取りする機会が増えるので釣りの上達も早くなります。釣り竿を確保する。釣れる場所を知っててもそのポイントが満員で入れない場合があります。そういった人気ポイントはより早くポイントに到着しておくことが必要になります。特にマズメの時間帯では数時間前にポイントに入ることも必要です。ポイントを探す。ライバルがいなくのんびりと釣りがしたい場合はいろいろなポイントを回り、その釣り場で魚が釣れるパターンを見つけてみましょう。これが釣りの楽しみであり上達につながります。釣れる時間帯を知る。釣れる時間帯を知ることで釣果時間が短くてもしっかりと魚を釣ることが可能になってきます。マズメの時間帯や回遊してくる時間帯などいろいろな時間帯で釣りをして自分に合った釣れる時間帯を探してみましょう。朝マズメと夕マズメのまとめです。朝マズメ狙いは日の出の前後1時間がベストになります。地域差もありますが、夏の場合は午前5時頃、冬は午前6時から7時頃になります。夕マズメは朝マズメに比べて時間が長くなります。日が地平線に沈む前から完全に沈んでからヘッドライトが必要になるほどの暗くなるまでが目安となります。およそ夏は午後5時から8時頃まで、冬は午後4時から7時頃までとなります。釣りにおいて朝マズメ、夕マズメはとても貴重で重要な時間帯です。日の出、日の入りの時間帯であるマズメを意識した釣果計画も釣果を上げるコツになります。しかし、初めて釣りにチャレンジされる方は、マズメがよくわからないと思います。時間があれば、のんびりと一日中竿を出されてみてはいかがでしょうか。時間にとらわれず、空の変化や海の中の状態も観察しながら、マズメを実際に体験してみましょう。いかがだったでしょうか。今回の朝マズメと夕マズメの授業が今後の釣果アップの手助けになれば嬉しいです。ディスコードを使った釣りコミュニティ、釣りシティもございます。ジャンル問わず釣り好き同士が集まる仮想都市を目指しております。動画内の釣果報告などもこのコミュニティで募集しています。
登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。